はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日魚座の新月から3月25日の満月、この満月月食なんですけども、この満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。お願いします。あとお知らせなんですけども、占星術のことが興味あるとかタロットが好きっていう方向けのメンバーシップもやっています。これは毎月勉強したい方にとってはもう300本以上の動画見放題になっておりまして、または毎月1回か2回か勉強会や公開鑑定やまた個人鑑定もメンバーシップの皆さんを優先的に案内していますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ページをご覧ください。ではいきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードのナイト逆、カップページ逆、ソード7逆、ラバーズ、カップ7の逆タワー逆、ワンドページ、気をつけることや対策はワンドクイーン逆とジャスティスの逆とオラクルはソードページの逆です。なるほど。星で見るとですね、とても今人間関係が強調されていたりとか、契約とか関係性っていうところにすごく焦点が当たってるんですね。で、特に3月10日の新月あたりっていうのはナイーブになりやすくて、他者との境界線がちょっと曖昧になったりとか、他者の意見に惑わされやすかったりとか、自分の考えも自分で惑わしてしまったりとかっていうことで、ちょっとなんかぼんやりとした漠然とした感じになりやすい時なんですね。で、それが特に乙女座の皆さんにとっては契約だったりとか、この人との関係性とか、新しい契約もそうなんですけど、見直しもそうですし、それ何とつながっていくか、どういう関係を築いていくかっていうことに関してちょっと混乱しやすいっていう時なので、あまり焦らないようにしてくださいね。カードで見てもなんだかちょっと疑い深くなっているっていうのが出ていまして、本来はね、いい関係になるために関わっていくわけじゃないですか。何でも、人間関係も仕事でも。でそれに対してはすごく積極的にもっといい関係になりたいとか、例えばもっといい仕事に就きたいとか、こんなこと頑張りたいんだみたいなすごく強い思いがあります。でもちょっと焦ってるみたいな感じもあり、なんかせっついてるみたいな感覚があるんですね。だからもっと早くもっといいものを手にしないとみたいな焦りみたいな感じがちょっと感じられます。ただおそらくそれっていろんな情報を集めて考えた結果、これは早く手を打っとかないととか、これはすぐなくなっちゃうから早く申し込まないととか、そういう感じなのかなっていう感じがあるんです。で、ただですね、そういうなんか早くに手を打っときたいという思いとは裏腹に、今やはり垣根なく、さっき言ったちょっと惑わされやすいっていうふうに言ったんですけど、それは悪い意味で言うといろいろ感化されやすいということなんですけど、いい意味で言うとよく感化されるっていうこともあって、なんかすごく幸せな人とか感じのいい人だったらいい波動をもらうとか、一緒に幸せになるっていうのもあるので、そういった自分がなんか防衛していた人に対してすごく防衛していたり、壁を作っていたものがちょっと溶かされてすごくいい関係になれるっていうこともあるんですね、この時期。なのでなんか仕事とか契約とかきちんとしたものみたいな、そういう保証っていうことではなく、人との優しさ、関係性、信頼、思いやりっていうところでいくとすごくいい感じに馴染むんですよね。なのでこの時期そういうちょっと焦って何かをしたいという気持ちもあれば、誰かとのすごくいい関係、穏やかな関係性、信頼関係っていうのも築けますよっていうふうに出ていて、今この瞬間はそういう関係の中で落ち着いてるっていうこともあるかもしれませんね。で、いやそんな人いませんとかいう方はこの時期、特に3月の20日までっていうのは特に人間関係がいいので、人のこと好きになりやすかったり、普段あんまり好きになれないのに人のいいとこが見えたりとか、自分も変に防衛張らずに関わっていこうというふうにできたりして、とても楽しい感じなんです。でそんな感じで進んでいくんですけども、このカップの7の逆っていうのは
なんか急に夢から目が覚めるみたいな感じがあり、なんかこれはちょっと注意なんですけどね、人間関係において誰も完璧な人なんていないわけですよ。自分にとって完璧だって思うのは自分にとって都合がいいだけであって、人それぞれはみんな完璧、いいとこも悪いとこも含めて完璧な存在なんだけど、自分にとってその人はいい人なのとかどうなのって言った時に、こう自分で勝手にこう査定して人を見て、あの人ってこういうとこあるんだって言ってこうなんかジャッジして、壊さないようにだけ気をつけてくださいね。すごくいいかもとか、こう素敵な人だなとかいいなと思ったら、その分すごくいいイメージって膨らむんですけど、何か一つ嫌なとこが見えたらガタガタガタと崩れていくみたいな感じがあり、なので人はいいとこもあれば悪いとこもある、それが愛おしい人間だよねみたいな感じで思ってほしいなと思ったんです。変にこうカテゴリー分けしたりとかねせずに。でせっかくこう人といい関係を作りそうな時期なので、もし嫌なとこが見えたりとか違うなと思っても、あんまりこう決定打を出さずにちょっとだけ距離を置くとかいう形がいいんじゃないかなと思います。でなんかそういうね、期待がわーっと膨らんだと思ったら急にぺちゃんこになったり、また期待がわーっと膨らんだらぺちゃんこになったりみたいな、そういうこう自分のこう期待値となんか現実突きつけられるっていう思いがあるので、もともとその現実っていうものはこういうもんなんだっていうのを分かった上で人と関わったら問題ないかなと思ったんです。そして先ほど言った何か契約とかこう人との関係や見直しに関してはこうなんか甘いこう期待のままに進めない方がいいですね。きちんと確認して抑えて、ここはお願いしますとか、ここは譲れません、ここは譲れるっていうことをきちんと抑えておく方がいいような気がします。甘い期待で言っとくと、あれみたいな、全然伝わってなかったみたいな感じのこともあるかもしれないので、何かが一つ想定外のことがねあるかもしれないっていうふうに出ているので、これは今この瞬間このリーディングを聞いているということは、それを知って対策を練ればまた変わるっていうことはありますので、そういう契約関係とかに関しては念には念を押しておくとか、次の手もちゃんと考えておくというふうにしておいてください。でその後慎重にやっぱりそうだよねって焦ったらダメだよねって言って慎重にまたやっていくっていう感じで出ています。ページが3枚も出ているので、何か新しい可能性が開こうとしているんですけれども、まだそれをすごく疑っている感じがするんですね。本当にこれでいいのかとか。なのでオラクルがこのページの相動、私から見ると逆なので、非常にこう猜疑心が多くなってるっていう感じもするのでね、本当にこの契約はいいのか、この話は本当なのかっていうのもそうだし、相手が信頼してくれてるって言ってくれてても、そうは言ってもなみたいな感じで疑ってみたりとかしやすいので、それ注意ですね。そして対策のところも何か要するにこうもっといいものがあるんじゃないか他にとかね、こう何かと比べて常に査定しているみたいな感じのエネルギーがあるので、今ちょうどそう言って敏感になっている時で、こう他者に対してとか物事に対して契約に対して敏感になっている時だからこそ、すごくわずかなこうミスが気になるとか、わずかなところに気を取られるけど、全体を見たら今人間関係が恵まれてる時なんだっていうことを忘れないようにしてほしいんですね。そしたら多少ちょっとしたほころびがあったとしても、またすぐに修復できるし、関係性というのはまた変えていけるということができるので、自分でこう決定打を出したらダメなんだっていうふうにしないように気をつけてください。ちょっと見てみようかな。ソード9ということで、やっぱりね、何か物事を悪い風にね考えすぎないようにしてくださいね。ソードの9のカードっていうのは本当に単なる自分の空想で、想像の中でもうダメだとかって思ってるっていうカードなので、そんなことないよって、他者から例えば何か否定的なことを言われたり、今回は残念でしたがみたいなことを言われたとしても、別に自分の尊厳が失われているわけではないし、縁がなかったんだなっていうだけの話で、逆にそこと縁ができなかったことによって違うところといいご縁がつながるってことはもう往々にあることですから、そんな感じです。なので今すごく敏感に契約とか人に関して
敏感になっているので、ご縁のあるところとつながるのかなぐらいに思っておいてください。で1個は何かちょっと想定外のうまくいかなかったなっていうこともあるかもしれないけれど、それによって全てがダメになることは全くないですし、もしかしたら自分なりにもっと違う対策が打てたかもなとか、自分が本当に行きたかったのはそこじゃなかったよなみたいなことに気がついたりとかして、本当の自分の気持ちに気づいていくためのプロセスなんだと思っておいてください。はい、ちょっとオラクル見てみようかな。はい、カップのエースということで、やっぱり喜びはねあるんですよね。そこにデビルの逆、すごくやっぱりさっき最初に言った焦りとか、今のうちにしておかないとみたいな、そのなんか焦りとかプレッシャーの中で考えるとどうしてももがいてしまうけれども、本当にこれがいいのかとかって思ってしまうと思うんですけども、そういうのちょっと手放して、今自分の中にある人に対しての優しさだったり、今通じ合えてるなっていう感覚だったり、その優しい感覚の中に身を置くと、もっともっと自分の中から喜びが出てきて、なおかつ自分がこだわっていたことっていうのにも気づけて、手放してじっくりと時間をかけて大切に育てていこうみたいなものが芽生えてくるっていう感じがあるので、一番この時期気をつけてほしいのはやっぱり疑いの気持ちですよね。疑ってると本来のものもなんかうまくいかなくなるってこともあるので、それだけ自分が今慎重になってるんだな、ナイーブなんだなって思って、ナイーブだしいろんなこと考えてるけど、でも結局ベースうまくいってるよねっていうふうに思っておいてくださいね。ちょっとねセルフセラピーカードでも見てみます。特にさっき言った仕事とか契約に関しては、なんかせっつくことでうまくいかないとか、相手からすごくなんか良さげな提案とかもらったのになんかひっくり返るみたいな感じがあるので、もしかしたら物事って違う風に出るかもなっていうことを想定した上で次の策を用意しておくのがいいと思います。で人間関係においてはとにかく勘違いが起きやすいので、変に相手を疑いすぎず、ただ単だ自分がどうありたいのか、変更があることもあるかもねぐらいの感覚で言ってください。そしてセルフセラピーカード、この時ね気をつけるべきことは、観念ということで、やっぱり自分が思ってる概念とか既成概念とか固定概念とかっていうものにその中で見てるかもしれないということを一応気に留めておいてくださいね。相手は相手の観念がある、私は私の観念がある、ただ条件が合わなかっただけっていうこともあるかもしれないですね。ちょっとどうしたらいいんでしょうか。つながりっていうカードが出てますので、恐れずつながっていってください。もし違うなとか合わないなと思っても話してみないとその違いってわからないですし、勇気を持ってつながっていくようにしてください。歩み寄りですね。そしてこの2週間で得られるものはギフト、フローということで、肩の力を抜いたらちゃんと流れていくよというふうに出ています。誰かとね。そして最後はジョイいやよかったって感じで、仲間と一緒に喜んでるっていうのがあるので、本当に考えすぎるともう思考の迷路の中に入っていってしまう感じがあるんですけど、肩の力を抜いて、そうだそうだって、別に対策そんなに左脳で考えなくても、感覚のままにいけばうまくいったなみたいな、ちゃんとここに優しさはあったなとか、自分に大事にしたいものはあったなっていうことを思い出して、それぞれの考えが違うだけだったねっていうことでいくと、仲間みたいな、最終的な仲間と一緒に喜んでるみたいなカードがあるので、うまくいくんだと思います。だから一番気をつけるべきことはこれですね。他者を疑いすぎない、そして自分を疑いすぎない、自分の優しさ、いいところをしっかりと握っておいてください。ということでここまでにしておきたいと思います。また次回はね、3月25日までに次の動画をアップします。もし何かしら参考になりましたという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。